メカ、チャット GPT に悩みを相談してる人の半分以上が体の不調のことを聞いてるんだって。ああ、日本の調査で 55.2% だ。そして先週、オープン AI がアメリカで健康専用の機能を全国に解禁した。じゃあ、これからみんな聞くようになるね。そうだ。だが、本当の問題はそこじゃない。ある研究で AI 一人に症状の見立てをさせると 94.9% 正解したところが、その同じ AI を普通の人が使って自分の症状を判断すると正解は 34.5% を下回った。AI はちゃんと正解できてるのに、なんで人が使うと3分の1になっちゃうの？落ちているのは AI の性能じゃない、人間の伝え方だ。今日はそこを直しに行く。最後まで見れば AI に何をどう伝えればいいか、どこからは病院に行くべきかがわかるよ。まずは何が起きたのかから。7月23日、オープン AI がチャット GPT の健康機能をアメリカ全土に開放した。サイドバーに健康専用の場所ができる。無料の人でも使えるんだ。何ができるの？健康診断の結果を並べて比べたり、前回の受診からどう変わったかをまとめたりできる。病院のカルテや歩数のアプリともつなげられる。健康診断の紙、毎年読めないままだからありがたいかも。日本でも使えるの？今のところ使えない。対象はアメリカ在住の18歳以上だけで、日本にいつ来るかはまだ発表されていない。なんだ？じゃあ日本は置いてけぼりなんだ。いや逆だ。専用機能がないまま日本人はもう普通のチャット GPT に体の相談をしている。つまり一番安全装置が少ない状態で使っているのは私たちの方なんだ。ここからが本題だね。さっきの数字、あれは今年2月にオッスフォード大学などの研究チームが出したものだ。まず AI だけに症状の見立てをさせた。結果はほぼ満点だった。すごいじゃん。もうお医者さんいらないくらいだよ。そこで次に1298人の一般の人に同じ AI を渡した。自分がどんな病気の可能性があるか AI に聞いて判断してもらった。結果は34.5%。 AI を使わなかったグループと差がつかなかった。使った意味なくない？何がいけなかったの？2つある。1つ目は大事な症状を言い忘れること。2つ目は AI が正しく答えていても都合のいいところだけ受け取ってしまうことだ。別の研究も同じだ。最初の情報が足りないと AI は8割以上の確率で可能性のある病気を絞りきれなかった。だが情報が揃うと精度は9割を超えた。 AI の頭はいいままなんだ。渡す材料が足りてないだけ。それならこっちが直せばいいってことだよね。じゃあ何を言えばいいの？3つだけ覚えればいい。1つ目、いつから。2つ目、どこがどんな風に。3つ目、その後どう変わったか。この3つだ。例えばどう違うの？ダメな例は頭が痛いです。これだけ。良い例は3日前の朝から右の後ろ側がズキズキ痛くて昨日より強くなっています。市販の痛み止めは効きませんでした。ここまで書く。ただし先に言っておく。今の例のように日に日に強くなる頭痛で市販薬も効かないというのは、それ自体が早めに病院へ相談した方がいいサインだ。そっか、うまく伝えることより先に行くべき時があるんだ。それから持病と今飲んでいる薬と年齢は必ず添えること。ここが抜けると AI は一番危ない可能性を見落とす。薬まで。なんで薬が関係あるの？同じ症状でも飲んでいる薬によって疑うべき原因がガラリと変わるからだ。人間の医者が必ず聞くことは AI にも必ず言う。それだけでいい。お医者さんに聞かれることを先に全部渡しておくってことだね。それなら私にもできる。でも限界もあるんだよね。
ここが今日で一番大事なところだ。全米解禁と同じ頃、アメリカで裁判が起きた。ある男性が痛みをチャット GPT に相談したら、大したことはないと繰り返され、その後、両方の肺の血管が詰まって倒れたと訴えている。怖い。AI が大丈夫って言ったから様子を見ちゃったんだ。これはまだ訴えた側の主張で、裁判の結論は出ていない。だが覚えておくべき構図がある。 AI の大丈夫は受診しなくていいという意味ではない。日本だとその辺のルールってどうなってるの？厚生労働省は2018年の通知ではっきりさせている。 AI が診断を助けても判断する主体は医師で、最終的な責任も医師が負う。日本の制度では AI は道具であって診断する人ではない。じゃあ AI に聞くのはいいけど、決めるのは病院ってことか。そういうことだ。もう一つ、日本の法律では病歴は要配慮個人情報といって、本人の同意なしに扱ってはいけない情報になっている。だから AI に入れるのは自分のことだけにする。その方が AI も答えやすい。他人のことまで入れちゃダメなんだ。気をつける。まとめよう。 AI は症状の見立てでは9割を超える。落ちるのはこちらの伝え方だ。いつからどこがどんな風に、その後どう変わったか、そこに持病と薬と年齢を足す。それだけで AI の答えは見違える。でも伝え方が上手くなるほど AI の答えを信じちゃいそうで怖いかも。いい指摘だ。さっき言った2つ目の落とし穴。都合のいいところだけ受け取る。その対策がこれだ。 AI に体のことを相談したら、最後に必ずこう聞く。これは病院に行くべき状態ですかと。ただし強い痛み、息苦しさ、しびれ、顔の片側が動かない、ろれつが回らない、これらは聞く前に受診だ。AI を頼るのをやめるんじゃなくて、最後の一言を足すだけ。それならすぐできるね。今の5つは聞く前に病院覚えておく。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。聞いてみたいことがあったらコメントで待ってるよ。メリノちゃんでした。